智子と明子。光る君へに学ぶ日本史。二人は正妻の座を奪い合ったのか。藤原道長には正式な妻が二人いたが、最新の研究では源明子は源智子よりも早く道長と結婚していたとされている。しかし道長の正妻は智子だと言われている。血統的にはより高貴な明子を差し置いて、智子はなぜ道長の正妻の座を射止めたのだろうか。智子と明子のその後を詳しく見ていこう。周囲和歌集には明子の母である愛宮が読んだ次のような内容の和歌が載っている。長年こちらに通っていた鶴が今度は一体どこへ行ってしまったのだろうか。愛宮は源高明が没してからは明子と一緒に住んでいたと言われている。歌の内容は長年明子のもとに通っていた鶴、道長が最近は他源智子のところへ行ってしまったと開墾の情を歌った和歌である。つまり道長は智子と結婚する以前から明子のもとに通っていたことを示す和歌である。読み人の愛宮が実際に明子の母なのか、それとも明子本人なのかは母親の没年が不明なためにわからない。しかし和歌の言葉書きには道長が智子と結婚したためとはっきりと記されている。そのため道長は智子と結婚する前から明子のもとに通っていたことは間違いないようである。つまり明子は先に道長と結婚して正妻であったが、後から結婚した智子にどうも正妻の座を奪われたと考えられる。平安時代は妻が複数いる場合に正妻を決めるルールがまだはっきりと確立されていなかった。そのため先に結婚して正妻となった女性が後に結婚した女性に正妻の座を奪われるケースも往々にしてあった。道長の兄藤原道綱の母も兼家と結婚した当初は正妻であった。ところが彼女は道綱しか子供を産まなかったが、時姫が多くの子を産んだために後に正妻となっている。道綱の母は陽炎日記に将となった女性の恨みつらみを赤裸々に綴っている。道綱の母と時姫の場合も父親の地位はわずかだが道綱の母の方が上であった。源明子は醍醐天皇の孫だが、智子は宇多天皇のひ孫で血統的には明子の方が高い。また明子も智子と同じく6人の子供を設けている。ドラマでは明子は父源高明を安奈の変で陥れた藤原兼家を恨んで呪詛している。安奈の変は969年に兼家らによる他支配行で源光仲らの謀反の密告により左大臣源高明が失脚させられた事件である。高明は流罪となったが、その後都へ戻り983年天元5年に逝去している。当時は怨霊信仰が信じられていたため、一条天皇の母
東三条院明子は高明の怨霊を避けるために明子を引き取って擁護している。明子がドラマのように金家を実際に呪詛したのかどうかは不明である。しかし本当に智子に正妻の座を奪われたのであれば、明子は智子をこそ恨んだと考えられる。それでも東三条院が存命中はどちらかといえば明子が智子よりも優遇されていた。しかし東三条院は若い時から病弱で、40歳の誕生日を迎えた頃には衰弱していた。そのため土帝殿で東三条院の生誕を祝い、病の回復を願う催しが一条天皇も臨席して開催された。この時明子の長子頼宗と智子の長子頼通が共に子供舞を舞ったのは有名な話である。一条天皇が明子の子息頼宗の舞があまりに素晴らしいので、頼宗の舞の師匠を守護家に叙した。これは普段から明子の子供たちを可愛がっていた東三条院の指示であった。これに立腹した智子は道長に詰め寄り、道長は宴の途中で退席するというハプニングが起こっている。結局後に智子の子息頼通の舞の師匠も同じ守護家に叙せられ、事なきを得たという。東三条院明子はこの3ヶ月後に逝去した。東三条院亡き後は明子と智子の子供たちの待遇は目に見えて開いていく。なぜ智子は明子を差し置いて正妻の座を射止めることができたのだろうか。実は智子よりも高貴な血筋を持つ明子が正妻になれなかった原因には大きく3つの理由があると考えられる。その1つ目の理由が、智子の父親源正信が長く左大臣を務め、一の神として尊敬を集めていたからである。一方の明子の父源孝明はかつては左大臣であったが、左遷されてその後に都へ戻されたが、983年天元5年に失意のうちに逝去している。正信は道長に広大な土帝殿を与えて智子と一緒に住まわせ、自分たちは一条殿に退いている。道長は五男で経済的にはあまり恵まれてはいなかった。しかし道長は舅の正信から莫大な経済的援助を受けたため、智子を正妻の座に引き上げたのである。そして2つ目の理由が、智子が結婚してすぐに明子を産んだからである。摂関政治で最も重要なことは后金と言われ、美しくて丈夫な后になれる娘が誕生するかどうかである。智子は987年永延元年12月に道長と結婚すると、その翌年には早くも美しく丈夫な女の子明子を産んでいる。一方の源明子が初めて女の子弘子を産んだのはそれから11年後のことである。道長は明子を一条天皇の中宮にすることで最高権力者の地位を確立した。つまり
御堂関白家と言われる道長の家系の将来は智子と明子によって開かれたと言っても過言ではない。そのため道長は智子を正妻へと祭り上げたのである。そして3つ目の理由で、これが最大の理由と考えられるが、智子の才能である。当時貴族の女性たちは十二単を着て深装で生活したため、あまり野外に出歩くことはなかった。ところが智子は常に道長と行動を共にしたことが道長の日記「御堂関白記」に記録されている。999年長保元年11月従三位に叙せられた藤原明子は12歳で入内する。この時明子には50人以上の童女や女房たちが付き従ったという。智子は道長と土帝殿から代理へ一緒に行ってまだ幼い中宮明子の面倒をよく見ている。御堂関白記によれば智子は月に数度も道長と共に参内している。以後道長は智子の娘たちを次々と入内させ、一家三立号を成し遂げる。ここまで完全に天皇家の血筋を親戚に取り込んだ政治家は日本史上で藤原道長ただ一人である。この前代未聞の快挙を実現させた影の立役者こそ源智子に他ならない。智子は藤原道長を最高権力者に押し上げる裏方にふさわしい才能と実力を持った女性だったのである。表面的には智子は明子の正妻の座を奪い取ったように見える。しかし智子がいなければ藤原道長はとても最高権力者とはなれなかった。そのため明子も正妻の座を奪い合うのではなく、智子が正妻の座につくことを認めたのではないだろうか。源明子と源智子は共に当時としては異例の80代90代という長寿を全うしている。そして智子は明子をはじめ周囲を納得させる正妻としての実力を持ち合わせていた優れた女性だったのである。